どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前出した60センチ気鉱石レイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？概要欄に再生リストを貼っておきますので、気になった方は見てみてください。スネール駆除後から入れていなかったメイン生態を導入し、がっつり水草をトリミングしたことでだいぶ印象の変わったこの水槽なんですが、今回とんでもないことが起こりました。百聞は一見にしかずということで、早速いつも通り包み隠さずお話していきます。それではやっていくんですが、前回は全ての水草を一気にカットし、外部フィルターを久方ぶりにメンテナンスしたところまでをお届けしました。正直一気にトリミングをしてしまうと、水槽内のバランスがどうたらこうたらなるんで、あんまり推奨されてないんですが、自分の性格上、やるときに全部やっておかないと結局やらなくなってしまうので、毎回気になったとこは全部やるようにしてます。皆さんは水草のトリミングは計画的に行いましょう。そんな感じでバッサリいったこの水槽、あまり状態がいいとは言えません。ご覧のように水槽の底面周辺には卵巣が発生しており、ちょっと見苦しい。おまけに絨毯にしているウォーターローンは手前の左から中央にかけてが真っ白になってます。基本的に自分が全景層を育成するとこういった末路になりがちです。キューバパールグラスやニューラージパールグラスにしてもこんな感じですし、言うなれば平常運転。毎回トリミングするのが遅くてこうなっちゃうんですよね。前傾層はこまめなトリミングと差し戻しが必要になってくるんで、未だに苦手意識が抜けません。そんな状態から10日後の映像がこちら。若干ウォーターローンの緑が戻ってきたように見えなくもない。というか卵巣がウォーターローンの上の方まで侵食してきててみっともないですね。なんで水槽の際の部分から攻めてくるのかはわかりませんが、こういうところはメンテナンスもしづらくて厄介です。今度オキシドールとか使って駆除してみることにします。そして正面から見てもわかる通り、エアーグラスの伸びが凄まじいです。バッサリ頭頂部からカットしたので復活するか心配でしたが、杞憂でしたね。明らかに10日前よりも気鉱石の上から見える背丈の葉が増えています。おまけによく見てみると、気鉱石の花壇を飛び越えて水槽右奥のウォーターローンが植栽されている場所にも侵食してきてます。ランナー系の水草はこういったことがあるので制御がしづらいですが、レイアウトがうまければ自然感が出てより良い感じになりそうです。自分の場合は雑多というか散らかってる感じしかしないのでマイナスですけど、そこから1週間後の映像がこちら。だいぶ卵巣がひどいですね。手前部分も結構な状態になってますが、地味に左右の卵巣もひどいです。どうしても底面部分は水流が行き渡りづらく、卵巣が発生しがちなんですよね。こういった状態を見ると、水草水槽でも底面ろ過をしていれば卵巣の発生を抑えられそうな気がします。底面水草水槽は余計ハードルが上がりそうではありますけど、ただ卵巣とともにウォーターローンも徐々に復活してきており、バッサリトリミングしてからようやく芝生感が蘇ってきました。そしてルドビジアスーパーレッドはいつも通り爆増してます。めちゃくちゃ際立った赤系の水草を育成したい人はルドビジアスーパーレッドから始めれば失敗しづらくていいかもしれません。奥のヘアグラスもトリミングしたのが嘘のように密度を上げて成長しています。やはりヘアグラス系の生命力は段違いです。そこから飛んで3週間後の映像がこちら。完全にウォーターローンの厚みが戻ってきました。前傾左から中央部分は土台のウォーターローンが発火してダメになってたため浮き気味ですが、右側は至って順調。ようやく茂みを取り戻せてよかったです。あと取れてそのままにしていたルドビジアスーパーレッドは勝手に地中に根を張り一人寂しく咲き誇っています。なんかガラスパイプも2週に1回くらい掃除してるのに小汚くて、水草が復活してきた割には綺麗じゃないですよね。常に見ていると感覚が麻痺するんですが、こうやって動画を投稿する際に改めて映像を見返してみると印象が違ってきます。
続いてそこから1ヶ月半後の映像がこちら。なかなか茂ってきましたね。先ほどよりは若干マシに見えますが、それは手前の汚さに目をつむればの話です。ウォーターローンが茂りすぎて浮力で浮いてきてますし、そこに卵巣がはびこってすごく汚い。そこさえなければ水草も状態が良くまだ見れるんですけどね。一番右にある勝手に根を張ったルドビジアスーパーレッドもだいぶ立派になりました。中央のスーパーレッドの方もこんもりして本来の美しさが出ています。ルドビジア系は葉が大きいこともあってスカスカだと若干みすぼらしく見えちゃうんですよね。レイアウト次第で印象は変わると思いますが、この水槽に関しては茂ってる方が見栄えがいいです。奥のヘアグラスも相変わらず順調で、右に侵食していたヘアグラスもどんどん勢力を拡大してきています。正直このヘアグラスどうしようか迷ったんですが、逆に侵食したやつがウォーターローンの粘りの弱さを補ってくれていると思い込んで沈黙することにしました。ちなみに撮影日の間隔が先ほどから空いているのは撮影をしていないからではなく、あまりにも絵面が変わらなかったからです。この時までは毎週すべての水槽の撮影をしていたんですが、今回の水槽はあまりにも短期的な変化がなく、撮影したデータを飛ばし飛ばしお送りしています。そんな絵面の変わらない卵巣以外平穏だった水槽に1週間後悲劇が訪れます。それがこちら。完全にウォーターローンが剥がれました。実は以前からウォーターローンは剥がれかけていて、先ほどの映像を見てもらったらわかる通り、手前部分が波打ってたんですよね。この波打ちはプロホースで底面の汚れを掃除するときに一緒にウォーターローンが浮いてしまったものを無理やり手で押し込んで戻してきたからできたものなんです。そうやってだましだましやっていくのもついに限界が来て、このようにベリッとウォーターローンが剥がれてしまいました。なかなかの絵面の強さに笑ってしまったんですが、こうなっては仕方ありません。とりあえずウォーターローンが剥がれてソイルの上に堆積した汚泥をプロホースで吸い取ることで現実逃避します。よく見てみるとウォーターローンの上に卵巣が乗っかっていて汚いですね。ここら辺もどうにかしないといけないんですが、それよりもウォーターローンを寝かすことが急務です。ということでパワーで対処していきます。まず汚泥を吸い取ったその勢いでプロホースをウォーターローンに押し当てて、ラピュタってる状態から強制的に地上に戻します。さらに先ほどの汚泥掃除の時にプロホース内に侵入したソイルを巧みに使い重しにすることでこの問題を解決。これでこの水槽の秩序は保たれました。明らかにどうにもなってないじゃんという至極真っ当なツッコミは完全にスルーさせていただきまして、この水槽の大きな問題はこの世から抹消されます。ちなみに先ほどお話ししていた左奥の気孔石の花壇からはみ出していたヘアグラスの件ですが、ウォーターローンの粘りの弱さを補うという名目で侵食には目をつむっていましたが、全く意味がないことがこの映像で証明されてしまいました。映像を見てもらったらわかる通り、自分だけしっかり根を張ってウォーターローンの土留めには一切役に立っていません。見損ないました。そこから1週間後の映像がこちら。全く解決しませんでした。重しにしていたソイルは当たり前ですが、時間経過とともにウォーターローンからすり抜け意味をなくしています。というか先ほどよりも広範囲が浮いてきてもうどうしようもありません。なんか根っこの部分が見えるようになったことで裏表で色が違うポタポタ焼き状態になってます。ちょっと何言ってるか分かりませんが、これくらい語彙力がなくなるくらいにはどうしようもない感じです。さすがにこうなってはこれから軌道修正するのは難しい気がしますね。解決させるには一度ウォーターローンを全て引っこ抜き再度植栽し直すくらいの大改修が必要になりそうです。幸いなことに中にいる生態たちは浮いたウォーターローンと低床の間の空間が隠れるために最適なことに気づいたようで、積極的に間に入ってよりウォーターローンを浮かしてくれています。干渉性を損なうことで生態に安らぎの場を与える。これもアクアリストとしての矜持なのではないでしょうか。というわけでいかがだったでしょうか。
なかなかのっぴきならない状態に陥ってしまったこの60センチ気孔石レイアウト水槽ですが、そろそろ1年経過するということを考慮すると、水草の状態も悪くなく、まだ改善の余地はあると思います。前回の成果石レイアウト水槽のような水草の状態が悪化して苔に侵食されてしまった水槽よりも全然ポジティブな変化が見られるのではないでしょうか。それもこれも自分のやる気次第ですが、これで終わるのはもったいないので、今後また対策を講じていければと思います。この天地がひっくり返りそうになっている水槽の行く末が気になる方は、チャンネル登録して続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらを見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。